こんにちは、加藤です。今日はですね、ちょっと時間が空いてしまったんですけれども、ミニトマト、プチトマトっていうんですかね。これに色をつけていこうと思います。用意したのは毎回おなじみなんですけれども、透明水彩の24色セット。これはボタニカルアートバージョンというかのセットです。で、使う筆は今回もラファエルのキャッツタン12。あとはこのよく吸い込むスポンジというか、なんて言うんでしょうね。吸水スポンジみたいなやつ。では早速行ってみようと思うんですが、今日のポイントは、まず最初に影から描いていこうと思います。赤いプチトマトを描くんですけれども、最初にこの影を含めた光の当たってないところをちょっと調子をつけてみて、その後固有色を乗っけていこうと思います。はい。今ね、そうだ、筆なんですけど、水でよくこんな風に毛先をね、なじませた後、筆ですね。こんな感じで、ちょっとね、余計な水分を吸い取ってあげると、毛先がこんな風にまとまります。こんな感じですね。わかります。平筆のような形状なんですけど、キャッツタンっていうのはね、先がキュッとシュッとまとまるので、細かい作業も非常にしやすいんですね。これでいってみようと思います。そう、大事なの忘れてました。霧吹きです。霧吹きシュッシュしておきましょう。はい。ではね、最初はね、これいきます。コバルトブルーなんですけど、ちょっと薄めて影の部分を塗っていこうと思うんですけど、まずね、どのくらいの濃さの色なのかって最初分かりにくいと思うんで、できればいらない紙っていうかね、なんて言うんでしょう、色出し用の紙を別に用意しておいて、で、ちょっとつけてみるといいと思います。どのくらいの濃さになっているのかっていうのを試し塗りっていうかね、つけてみる。で、今回はこんな感じ、結構薄めなんですけれども、このくらいの調子、トーンで影の部分を塗っていこうと思います。影だからって青いわけじゃないんですけれども、少し薄めたブルー、今回はコバルトブルー。こんな感じの、ちょっと薄い色ですね。で、塗っていきます。で、濃さの調節は、水を含ませて吸い取りながら、ちょうどいい加減を、この筆先にね、含む絵の具の量も合わせて決めていきます。はい。じゃあ塗ってみますね。こんな感じで。影なんです。影を塗るって言いましたけど、影と共に、プチトマトの光の当たっていない側も同時に塗っていきます。こんな感じですね。で、この時に前回大まかに鉛筆で薄く下書きをしておきましたけど、その形にちょっとはみ出るくらい目安に、例えばこんな感じですかね。こんな感じで。光が当たってる側はあまり塗らないように、光が当たってない方を選んで、こんな感じで。で、ハイライトもやっぱり残しておきます。薄く形をね、残しておきながら、こんな風に。はい。で、この時に、ちょっと絵の具が溜まって濃くなったなって思うようなところがあったら、それは後からね、水筆で、どうしましょう。ちょっと変えましょうか。水だけを含ませた筆。これね、別の、似たような筆なんですけど、別の筆で、水を含ませた筆で、吸い取ってあげます。こんな風に。色つけすぎたなっていうところは、水筆で取ってあげます。こんな感じで。はい。同じようにもう一個描いてみます。影、床に映る影と、トマトの内側にできる影、陰と影を同時に合わせてですね、はみ出るようにというか、お互い影と影を一緒にまとめて塗っておきます。コバルトブルーを薄く薄めた色なんですけれども、あんまりはみ出るとか気にしすぎないで、大雑把でいいと思います。こんな風に。どうでしょう。そんなに難しくないですよね。色も薄めなので、
でね、この時ムラとかシミというか滲みができてもそんな気にしなくていいです。はい、さっき塗ったのこんな感じですけど、ちょっとムラがありますけれども、水彩特有のムラっていうのは結構味わいにつながっていくので、あんまり怖がらずにざっくりと塗ってみましょう。最初の下書き書いといた方が楽ですけれども、はみ出ても気にしないでいいです。はい、では次行ってみます。次はですね、赤いトマトなんですけれども、この赤い色の中には結構黄色い色も含まれている。そんな風に、中に隠れている色を想像して、その黄色を入れていこうと思います。今回使うのは、カドミウムイエローとイミダゾンイエローですね。この辺、こっちが、イミダゾンイエロー。ちょっと緑色入っちゃいましたね。少し洗ってから。こんな色とこんな色。カドミウムイエローレモンとイミダゾンイエロー混ぜて、こんな感じの黄色を作ってみます。はい。で、水たっぷり含ませて用意しました。こんな色ですね。で、これを今度は全面に塗っていくんですけれども、ハイライトだけは残してあげます。はい。こんな色ですね。こんな色。はい。行ってみましょう。ここのね、ハイライトの形を書き残してるんですけれども、ここは塗らないようにして、ちょっとその周りから、おっかなびっくりと。ここはみ出ないように避けながら塗ってみます。こんな感じで。これは赤色の部分なので、こんな感じで、下地の色というか、赤の下に含まれている黄色を塗ってみます。こちらもここを残しながらですね、このハイライトの形を塗り残しながら、その周りを塗ります。はい。で、見ての通り結構適当に塗ってますよね。とりあえずね、1層目塗って、これちょっと乾かしてからもう一回重ね塗りをしようと思います。なので、1回目の色はこんな感じで、そんなに濃淡とかつけずに、もうシャシャっと塗ってしまいます。ではですね、ここにもう一回重ね塗りをしようと思います。どういったところを重ね塗りするかというと、ですね、このハイライトの周りっていうか一番赤色が鮮やかに見えている、回り込む両サイドとか、上下じゃなくて、ちょうど真ん中付近ですね。真ん中付近の色がはっきり濃く見えているあたり、この中心付近を少し濃く二度塗りして、サイドの高い黄色に、こんな風にですね、真ん中付近、はっきりと鮮やかな色になるように塗ってあげます。こちら側も中心に近いあたりですね。二度塗りで濃くはっきりとサイドの高い黄色にしてあげます。どうでしょう？ 2 回塗ると結構鮮やかな感じに見えてきたんではないでしょうか。こんな感じですね。ちょっと中心付近が濃い感じ。サイドが高い感じ。はい、どうですか？ちょっと色が濃くなったの分かりますかね？で、この段階でまだ、サイドが低いなっていうか、物足りないな、黄色がもうちょっと強くてもいいかなって感じるようでしたら、3度塗り目、色を作ってですね、3回目塗ってあげてもいいと思います。試しにちょっと塗ってみましょうか。この中心付近ですね。もうちょっと濃い色というかね、サイドの高い黄色を上から足してあげます。中心付近、赤色の鮮やかに見えているあたりですね、を選んで、この辺、こんな感じで。これで、3層塗ったことになります。こっち側もちょっと塗っておきましょうか。これさっきも塗っといたんですけれども、これで3層目ですね。色サンプルっていうことで。はい。では、ここでですね、このヘタの部分、緑色のちょっとくすんだようなヘタの部分、下地の色をね、入れていこうと思います。使うのはパーマネントグリーン。明るめのグリーンとイミダゾンイエロー。この辺混ぜて、
こんな感じのちょっと黄緑っぽい色を作って薄く塗っておこうと思います。で、実際は結構くすんだようなグリーンなんですけれども、せっかく絵にするのでちょっとね彩度高めにしようかなと思っています。下書きから今回はちょっとねはみ出ないようにちょっと丁寧にこんな感じに形の内側をしっかりと選んで、でこれもベタ塗りでいいです。でちょっとくらいこうはみ出ないようにって言いましたけど、ちょっとくらいはみ出てもあまり気にしないで軽く塗ってみましょう。でちょっとグリーンが入るとね、黄色とグリーンで鮮やかなちょっと色が入ることによって絵が華やかな感じになってきますよね。はい、同じようにさっきと同じように色濃くしたいところはもう一回ねかけてもいいと思います。でこの時になるべく濡れてる間はいじり倒さないようにというか、あっちいじったりこっちいじったりしながらですね、乾いてるところを見つけて絵の具を置いていくようにすると比較的綺麗に描写できると思います。はい、まずこんな感じでちょっと彩度高めにしておきます。こっちにもちょっと入れときましょうかね。今使ってる色がこんな感じですね。